3D データを樹脂だけでは終わらせない、木も金属も削り出せる CNC マケラ Z1 を開封します。こんにちは、東京九段工作ラボです。マケラの CNC を数年使ってきたユーザー目線で新しいマケラ Z1 を紹介していきます。3D プリンターはとても便利ですが、出来上がるものはどうしても樹脂が中心になります。ここはアルミの方がかっこいいのに、木の質感で作れたらもっと作品らしくなるのに、そう感じたことはないでしょうか。でも CNC と聞くとなんだか難しそうなイメージがありますよね。今回紹介するマケラ Z1 はその CNC の面倒な手間をどこまで簡単にしてくれるのか、開封しながら CNC が初めての方にも分かるように見ていきます。CNC は素材の塊から不要な部分を削り取って狙った形を作る機械です。3D プリンターが材料を足して積み上げる機械だとすると、 CNC は素材から不要な部分を引いていく機械です。だからアルミならアルミの硬さや精密感、木なら木目や手触り、アクリルなら透明感を生かした作品にできます。使う元データは 3D プリンターと近い感覚と考えて大丈夫です。CAD で作ったデータを今度は CAM というソフトに読み込ませます。CAM は 3D プリンターでいうとスライサーに近い役割です。ただし作るのは印刷用のデータではなく、刃をどう動かして素材を削るかという道筋です。どの刃を使うのか、どの深さまで削るのか、どの順番で動かすのか、こういった加工の道筋をツールパスと呼びます。実際に素材を削るのはエンドミルと呼ばれる刃物です。見た目はドリルに近いですが、穴を開けるだけではなく横方向にも素材を削っていける刃です。設計通りの形に仕上げるには粗く削る刃、細かく仕上げる刃など何種類かのエンドミルを使い分けることがあります。そのため加工の途中で刃を付け替えたり、高さを合わせ直したり、素材の位置をきちんと設定したりする必要があります。ここが CNC の面白いところでもあり、難しく感じるところです。素材を固定してこの原点を合わせて刃を選んで、必要なら途中で交換する。 3D プリンターに比べると自分で決めることが多いんですね。で、マケラはこの CNC 特有の手間をできるだけ減らして 3D プリンターのような気軽さに近づけることを目指してきたメーカーです。ではその手間を今日紹介する Z1 はどう減らしているのか、早速箱を開けて見ていきましょう。ではマケラ Z1 を開封していきます。本体のサイズ感だけではなく CNC を始めるために何が最初から入っているかも見ていきましょう。梱包はかなり丁寧です。本体重量は約17キロ。梱包状態では付属品も入るので体感では20キロ近くあります。1人でも動かせなくはなりませんが、机に乗せるときは2人で作業した方が安心です。フットプリントは 350mm×470mm ほどです。作業デスクの一角に置けるサイズで、いわゆる大型の工作機械というよりデスクトップ機として現実的に扱える大きさです。箱の中には付属品もいろいろ入っています。まずはツールキットです。素材を削るためのエンドミル、材料を固定するための押さえ金具、調整に使うドライバーなどが入っています。次に材料とアクセサリーの箱です。非常停止ボタンや保護メガネなど安全周りのアクセサリーも入っています。 CNC は実際にエンドミルで素材を削る機械なので、こういうものが最初から入っているのは安心です。さらにアルミ板や木の板など削るための材料も入っています。 CNC は機械本体だけ買ってもエンドミルや固定具、材料がないとすぐには試せません。その点 Z1 は最初に削るためのものが一通り入っているので、届いてから試すまでのハードルがかなり低いです。そしてこちらはレーザーモジュールです。5W の半導体レーザーで木の板などに文字や模様を彫刻できます。
削るだけではなく表面にデザインも入れられるので作品の仕上げにも使えます。さらにこちらは4軸の回転モジュールです。材料を回転させながら加工できるので平面だけではなく円柱状のパーツや人形のような立体物にも対応できます。こうして見ていくと Z1 は本体だけでなく工具、固定具、材料、安全周り、レーザー、4軸まで最初からかなり広い範囲を試せるセットになってます。では次にこの Z1 が CNC 特有の手間をどう減らしているのか特徴を順番に見ていきましょう。では Z1 の特徴を見ていきます。ポイントは CNC でつまずきやすい位置合わせ、工具交換、加工中の確認、削りカスの処理、ソフト操作をどこまで楽にしているかです。まずは位置合わせ、原点出しですね。CNC は置いた素材のどこから削り始めるかを機械に正確に教える必要があります。これが原点出しで新しい材料を置くたびに毎回設定するのが CNC の手間の一つなんです。 Z1 ではあらかじめ座標が決まった位置に固定用の金具があります。この金具に合わせて材料を置けば横方向の位置合わせがかなり楽になります。さらに高さ方向、つまり材料の厚みはプローブで自動測定できます。高さの設定は CNC でかなり神経を使うところなのでここを機械側で測ってくれるのは大きいです。もう一つ便利なのが自動プローブです。材料の形や置き方によっては固定金具にぴったり合わせられない場合もあります。そんな時はプローブが材料に触れて位置を測ってどこを基準に削るかを登録してくれます。決まった位置に置く方法だけでなく材料に合わせて測る方法も用意されているのは安心です。次にクイックチェンジです。 CNC では粗く削る派、細かく削る派というように加工の途中でエンドミルを交換することがあります。従来はスパナで刃を外して新しい刃を締め直す必要がありました。しかもこの時に材料や工具の位置がずれると加工結果に影響します。 Z1 はレバー操作でエンドミルを交換できます。スパナを使って毎回締め直す必要がないので工具交換の心理的な負担がかなり下がります。さらに刃を交換すると高さの基準も変わるので本来はその度に調整が必要です。 Z1 は工具交換後の高さ合わせもサポートしてくれるのでエンドミル交換周りの手間がかなり減ります。そして内蔵カメラがあります。 CNC は加工中の状態が気になる機械ですが Z1 ならスマホや PC から内部の様子を確認できます。完全に放置するためというより加工の進み具合や削りカスの状態を確認しやすくするための機能と考えると分かりやすいです。 Z1 は密閉型になっているのも大きな特徴です。CNC は削る音が出る機械なので無音になるわけではありません。ただカバーがあることで音は外に出にくくなりむき出しの機械よりは扱いやすくなります。使う場所や時間帯には気を配りたいですがデスクトップ機として使いやすくする上で密閉型なのは大きなポイントです。もう一つ大事なのが削りカスです。木やアルミを削ると細かい切りくずが出ます。密閉型なら部屋に飛び散りにくくなりますが加工中は内部にも削りカスが溜まっていきます。切りくずが溜まると加工面が荒れたりエンドミルに負担がかかったりします。そこで Z1 にはエアロダストという仕組みが用意されています。専用の集塵機と組み合わせることで削りカスを吹き飛ばしながら吸い込めるようになっています。加工中のトラブルを減らす意味でも掃除を楽にするっていう意味でもかなり実用的な機能です。ここまでが Z1 のハードウェア側の工夫です。ただ CNC を簡単にする上でもう一つ大きいのがソフトウェアです。次にマケラスタジオとマケラブルズを見ていきます。CNC で大きなハードルとなるのが CAM です。CAM というのは 3D データや図面をもとに刃をどう動かして素材を削るか、つまりツールパスを作るためのソフトです。
従来の CAM では切削用の G コードを作るためにかなり専門的な判断が必要でした。材料の原点をどこに置くのか、材料の大きさやマージンをどう設定するのか、どのエンドミルをどの順番で使うのか、どれぐらいの深さでどれぐらいの速さで削るのか、このあたりはエンドミルや切削に関する知識と経験がないとなかなか判断しづらい部分です。マケラースタジオでは 3D プリンターでも使う STL ファイルを読み込み、削る材料の種類やサイズを設定するとツールパスを作る流れに進めます。さらにどのエンドミルをどの順番で使うのが良いかもソフト側で提案してくれます。つまり CNC で一番難しく感じやすいどう削ればいいのかという部分をソフト側でかなり支えてくれているわけです。難しい CAM を使わずに 3D プリンターのスライサーに近い感覚で始められる。個人的にはここが Z1 のかなり大きいポイントだと感じました。さらに今回マケラブルズというサイトも用意されてます。これはバンブーラボのメーカーワールドやプルサのプリンタブルズのように CNC のプロジェクトデータを探せるプラットフォームです。3D プリンターではデータをダウンロードしてスライサーに読み込んで印刷するという流れがかなり一般的になっています。マケラブルズではそれに近いことを CNC でも実現しようとしているサイトです。しかも CNC の場合、データだけでは不十分なんです。どの材料を使うのか、どのエンドミルを使うのか、材料をどう固定するのか、どういう順番で加工するのか、こういった加工条件までわからないと同じデータを持っていても実際に削るとこまで進みにくいんですね。マケラブルズではそうした情報も含めて共有されている想定なので CAD や CAM に慣れてない人でも用意されたプロジェクトから CNC を試しやすくなります。ここまで来ると Z1 は単に機械本体が扱いやすいだけではありません。工具や材料が揃っていてソフトも用意されていて、さらに作るためのデータにもアクセスできる。CNC の難しい部分をハードとソフトの両面から一つずつ減らして机に置けるサイズにまとめた、それが Z1 という1台です。ではこんな機械を作っているマケラとはどんな会社なのでしょうか。私自身マケラのカーベラという CNC を数年使ってきたユーザーです。なのでここでは少しだけマケラがどんな考え方で CNC を作っている会社なのかを紹介します。マケラは CNC をもっと身近な制作ツールにすることを目指しているメーカーです。イメージとして近いのは 3D プリンターで起きた変化です。かつての 3D プリンターは専門的で高価な産業用の機械でした。でも今では個人の机の上に置いて誰でも 3D データからものを作れる道具になっています。マケラがやろうとしているのはそれを CNC でも起こすことです。CNC は本来木や金属を加工できるとても魅力的な機械です。ただ原点出しや工具交換、CAM、G コードなど始めるまでのハードルが高い。だからこそマケラは機械側とソフト側の両方からその難しさを減らそうとしてます。最初に発表されたカーベラ、これはその思想をかなり濃く反映したモデルでした。自動工具交換や密閉構造などデスクトップ CNC を使いやすくするための工夫が詰まったかなり完成度の高い1台です。ただその分重さは約50キロあり価格も高めでした。良い機械ではあるのですが個人が家庭や作業部屋に気軽に購入するには少しハードルの高いモデルでもありました。それに対して今回の Z1 はマケラの考え方をもっと手に取りやすい形にしたモデルです。先ほど見た原点出しの工夫、クイックチェンジ、自動プローブ、マケラスタジオもすべてその延長にあります。さらにサイズも重量も抑えられて価格面でも導入しやすくなってます。つまり Z1 はマケラが目指してきた誰でも扱いやすい CNC という思想を一番身近な形にしたモデルなんだと思います。
さて Z1 の隣にあるのが私が使ってきたカーベラです。マキラの地層がしっかり入った良い機械でした。ただ重さや価格を考えると誰にでも気軽におすすめできるものではありませんでした。それに対してこちら Z1 はマキラが目指してきた誰でも扱いやすい CNC という考え方をもっと小さくもっと導入しやすい形にしたモデルだと思います。もちろん設置や初期設定、加工音や削りカスへの配慮は必要です。でも従来の CNC で大きな壁になっていた部分をかなり下げてくれているのは確かです。3D プリンターで形は作れるようになった。でもアルミの質感や木の手触りまで作品に取り入れたい、そう感じている人にとって Z1 は CNC を現実的な選択肢にしてくれる一台だと思います。マキラ Z1 は現在出荷直前の先行販売中で6月30日まで通常よりお得に購入できます。概要欄に公式の購入リンクを載せていますので、興味を持たれた方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。皆さんだったらこの Z1 で何を削ってみたいですか？アルミのブラケット、木のネームプレート、アクリルのパネル、ミニチュアパーツなど何でも構いません。ぜひコメントで教えてください。このチャンネルでは 3D 生成 AI、3D プリンター、メーカー向けの道具、モデリングや 3D プリントを楽しむ方法までものづくりにまつわる情報をお届けしています。今日の CNC の動画も参考になったら高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。